はい、こんばんは、こんにちは、フェイマスブーターと、ゆうたろうです。今日もよろしくお願いします。イェーイブーちゃんが可愛いっていうコメントすごいいただいてて、姫が多分今嫉妬して、私も可愛いって言って多分登場したと思います。そんなこんなでですよ。今日の企画を発表したいと思います。ブータローたちがね、今交際させていただきまして、なんと、はい。ブータローたちが付き合ってます。何を聞きたいの？6年って言ってる。ああ、6年ね。はい、ブータたちは、はい、付き合って、今6年。そう、6年です。なので、コメントとかでもあったんですけども、なかなかやっぱ珍しいみたいです。特にこのゲイカップルの世界では。なので、ちょっと秘訣をね、今日はお話ししていこうかなと思っております。秘訣って何してたかな。あれでもなんかあれかな、最初の頃は付き合うのって価値観が一緒とか、例えば同じギャグ線が一緒であったりとか、何かしらなんかこう一つ共通点があったりとかするとすごく続きやすいんじゃないの。一般的にはどうなんかなと思って、やっぱそこ重要やんな。そうだね、重要ですね。なんかこう一つ共通点があると長続きっていう感じではない。そうじゃない？結構続きやすいんじゃない？価値観が合うと。だけど、やっぱドキドキが足りないとかさ、それだけやと。刺激が足りないっていうか、ただ友達に終わっちゃうっていうパターンも多いよね。価値観が合うだけじゃん。ああ、そういうことか。自分たちの場合は、価値観が合わへんのよ、ここ2人は。自分はこういう価値観を持ってるのに、こっちはこういう価値観でっていう衝突が何回かあったわけ。考え方が違うもんな。全く。別にどっちが正しいとか、どっちでもいいんやけど、善悪がついてたらさ、それは話し合えばさ、まとまりがつくやん。よっぽど石頭じゃない限り。だいぶ石頭やけど。そう。だから自分は石頭っていうのを認めたし、どっかで折れないことには続かへんのかなと思う。なるほどね。折れるってやっぱ言い方は悪いけど、要は、お互いを認め合うじゃないけど、理解する。理解しようとする姿勢が大事かも。そうだね。だから最初はラブラブでもうなんか何でも許せるみたいな感じだけど、やっぱもうずっと1年、2年、3年、特に3年って一番別れる周期っていうけどさ、そうなってくるとやっぱどんどんもう素が出てくるし、相手の嫌なとこも見えてくるわけやん。そうなってきた時に、どんだけお互いが理解をし合えるかよね。そこら辺はすごい苦労したなと思う。自分は人付き合いがうまいわけではないから、自分自身が、だからほんまにこう人とちゃんと向き合うっていうことをあんましてこへんかったのもあって、すんごい苦労したわけ、ブー太郎と最初の頃。ああ、そうなんや。人をこう信じるじゃないけど、うまいことこう相手の言葉に委ねるというか信用するっていうことがまずそもそも苦手やったから、だから自分が出てくる。相手の言ってることに耳を傾けれない。ほんまに頑固タイプやな。そう。だからそこをうまいことこうなんていうの、ブー太郎と付き合う中で崩してったところかな。そこを崩すのに苦労したっていう感じ。でその半年まで付き合ってきたその今までのゆうちゃんの考えと、今こう6年付き合ってるブー太郎の考えで、大きくじゃあ違うとこっていうのをズバリ簡単に言うと、ごめん、聞いてなかった。もう一回もう今めっちゃ考えてたよ。ほんとブーが今水飲んでた、その音に今集中しちゃって、もう一回言ってみる。なんて言った今。だから、今までゆうちゃんのね、その恋愛の考え的に、半年付き合ってきたそのゆうちゃんの恋愛に対する考え方と、でも結局さ、ブー太郎とは6年続けてこれたわけやん。なんだかんだ。その秘訣を簡単に言うと、何の違いがあるのかなと思って。秘訣もなくない？ただほんまにその時に会って心動かされるほど好きになれたかどうか。キモすぎる。キュンタイム。そういうこと？だからそれがなかったんよ。いわゆるなかったんや。なかった。だからこの衝撃はないわ。そこはなかったことにしときや。ない。思い出すんじゃねえよ、過去の彼女。なかった。なるほどね。だってほんまやったら全然考え方も違うから、今ほんといろいろぶつかってきたし喧嘩してきたからさ、もう嫌になってても別れたいってなってても、だから相手に合わせることを覚えた自分は。この人やったら信用できるのかなっていうのをだんだんこうその時間とともにこう許せていったというか、気持ちがこうなんか和らいでいったというか、だから安心できる人っていう認識でいてほしい。これが逆に違う人とかだと、多分自分のまたが出てくるから、そういう感じかな。だから変わってはないと思うね、自分自身の根本はね。そう今までだからできひんかったその相手に何かを委ねる気持ちとかもなんかそういうなんていうの、一緒に進んでいく中で決め事ってなると絶対自分やったのが、この人やったら大丈夫っていう、なんかそういうのができた人ってかな。なるほど。じゃあこれからも長年ずっと寄り添ってくれるっていうことですね。キモい言い方。
そういうことですな。そういうことに、はい、了解です。そういうことです。でもゆうちゃんの秘訣はそんな感じ。なんかうまくまとめられへん自分。秘訣じゃないかも、自分の場合は。名言出る？いや違う、名言じゃない、名言じゃない。ちゃんと一般人になれましたって感じ。常識も培えたって感じ。ここで。あ、じゃあブータロが教えてあげた。あ、そう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 。そういうこと。そういう時に肝って突っ込んでよ。一人で肝って突っ込んだわ。で、豚は重複になるかもしれへんけど、まあ、ブタロがね、まあこう6年付き合ってこうやった秘訣っていうのは、まあ価値観も違うければ性格も全然違うやん。趣味も違うし。まあだけど、それでいいって感じ。まあそれはあるわ。そうそう、だからもう別に、一緒やとまあなおば確かに会話も盛り上がるし、まあそれはそれで楽しいと思うけど、逆にそれが面白かったりするやん。あ、そういう考え持ってるんや、みたいな。ムカつく時もあるけど、関心もするというか、なんか勉強にもなるわけよ。新鮮よな。そう、だから刺激的なのよね。飽きないというか。だから多分同じ意見の人と喋ってても多分飽きちゃうと思うのよ、自分だったら。だけど、そういう答え返ってくるみたいなのが、まあ、結構刺激的だったりするから、まあ、結構飽きないっていうところもなんかあるかな、ゆうちゃんと一緒にいて。なんかいつも新鮮。そう。で、あとは、ブーちゃん登場。ほんまブーちゃんファン多いのよ。よかったね、あんたファン多いのよ。これからもなんか動画作ろうね、一緒に。あ、かわいい。忘れんうちに早く食べて。で、もう一つね、まあ、全部で3つあるんだけど、さっきのが1つ目。で、まあ2つ目が、理想ってあるじゃん。相手に求める。こういう人が好きとか、こういう人嫌いとか、苦手とか、あるやん、それぞれ。まあ、だけど、そんなんもう関係なく覆して、もうなんか全部許せちゃうっていう感情。だから、それこそまあ性格の面も出てくるけど、例えば偉そうに物を言ってきたりとか、人の話を適当に流すとか、人のことブスブス言うとか、もうそんな人全然理想じゃないわけよ。自分はもういつも可愛いとか、素敵とかさ、もう甘やかされたわけよ。言ってもさ、面白い反応返ってこへんでも。まあな。なんかもう全部が許せるのよ。なんかよく言うやん、これって。嫌いなとこも許せちゃうみたいな。なんか全然嫌いな部分見たら普通は冷めるやん。だけどさ、全然そんな冷めるっていう感じが一切出てこへんわけ。そこも大きいと思う。だからやっぱ暮らしててさ、もうちょっとでも嫌ってなってもう嫌ーってもう毛嫌いになったらさ、もう一緒に住まれへんやん。付き合えへんやん。もう別れたいってなるけど、もうそれが一切ないもん。女目線じゃないそれ。なんか、あ、そう。いや、男目線やとなんか違うくない？男目線って結構さ、男の人って結婚しててもさ、例えば奥さんに一瞬でもなんかこう嫌なことを言われたり、今までに見たことのないような態度とか行動とかした瞬間、急に冷めんねんって。男の人が。そう、男の人が。へー。それが離婚につながんねんって。あ、そうなの？っていうぐらい一気に冷めんねんって。へえ、どう？自分多分そのタイプやね。あ、そうなの？ってことは、想像通りの人とか。想像通りにしていこうとした結果が今これ。どういうこと？なんかさ、なんていうの、最初はそうじゃなかったよ。理想と違うから自分がさ、こうブス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 言ってたやん。自分の言ってるそのブスっていうのはさ、ちっちゃい男の子と女の子がいました。女の子のことが好きです。で、ちょっかいをかけるみたいな。よくある話なんよ。でもちょっかいかけるけど、この女の子からするとただちょっかいをかけられてるだけやから嫌なんよ。やけど男の子は好きやけどそれを素直に伝えられへんくて、でも一緒にいたい。だからこうちょっかいをかけるわけ。パンツめくったりする。そう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 。それやないよ、自分のブスは。やけどそれが分からへんやんか。待って待って待って、それは分かったけどさ、全然話ずれてる。あれ？何の話？何やったっけ？なんかの話に持っていこうとしたんやけど、嫌いになる。あ、そう、理想に近づけていったっていうのはそういうことよ。結局そこで喧嘩したんやけど、その嫌やったから。だけど折れてくれてん。ブスって言っても怒らへんやんか。理想の形になってる。ブー太郎がそれに合わせてくれたのか、自分が押し通したのかよく分からへんねんけど、理想ってことが言いたかった。はあ。じゃあゆうちゃろうの嫌な嫌いなタイプって何？嫌いなタイプなんかあげたらキリないで。そういうとこない？それに当てはまると。それが見えたら普通もう嫌やってなるよ。でも乗ってないよ。じゃあ一緒やね。嫌な部分を見ても許せちゃってるってことやろ？許せちゃってるじゃなくて、そういう冷める行動をしてないだけ。だからじゃあ何でも嫌な部分を見たら冷めるんじゃないの？ふとした時にほんまに嫌なことがあんねんって急に出てくる。ちょっとした嫌なこととかやったら我慢できんねんけど、すごいなんかあんねん。こう男の人ってなんか多分特徴なんやと思うねん、これって。なんか中で見てん自分。説明できんねんけど何かで見てん。ほんまにこうなんか理解に苦しむ。分からへん。なんやろうな。ちょっとした些細なことの嫌なこととかは多分全然男も女も関係なくいけると思うねんけど、ほんまにあんねん。なんか急にガッてされることが一気に。
それは女子にも別にあると思うねんけど。だから別にそういう時が訪れても自分は許せるけど、じゃあ許せるが許されへんってことやねんな。そういうのを持ち合わせてると思う、自分は。分からへんねん、それがそう見たことなってないから。そう。だからでも自分は結構あったわけよ。この人ありえへんみたいな。もう瞬間が何回か。絶対普通やったら別れてんのよ。それで喧嘩もしたけど、だけどなんか許せちゃうっていう瞬間があるのがやっぱ秘訣かなと思ってる。これは男女関係ないと思ってる自分はね。またその話はまたするわ。いつか。あんねん大事なその面白い話が。これは別れる話に繋がった話なんだけど。はい、続きましてね、3つ目も最後。束縛面やと思う。あと周りの人付き合い。ブー太郎たちって仕事も一緒やし、一緒に住んでるし、もう24時間もうほぼ一緒なわけよ。どんな時も。なのでもうその環境って結構大きいと思ってる。どうしてもやっぱ人と触れ合うとさ、たくさんいろんなさ、人がおるわけよ。で遊びだったりさ、誘惑ってもういっぱいあると思うの。そういうのを見ちゃうとどうしても絶対比べちゃうと思うのね。だからもう優先順位が全部言うちゃろみたいな。自分からしたら。どっか友達と遊びに行こうっていう環境もないやん。友達がおらへんから。閉鎖された空間そう、閉鎖された空間やから、なんかそれ何の参考にもならへんよ。でもそこやねんで、だから。どんだけ相手を大事にできますかっていう。他の誘惑に惑わされず。結局やっぱもう周りをね、広い世界ですから、見渡すともういろんなもう魅力的な誘惑があるんですよ。そこにやっぱ打ち勝つってなかなか難しいから。だからもうほんと付き合った当初と絡んでさ、ブー太郎掘ってどっか遊びに行ったりとかもしちゃったよ。でもそれを自然とやっぱ自分はブー太郎一人にしたくないからって言ってやめてくれたやんか。その環境ってめちゃくちゃでかかったと思う。だからあれがあのままずっと続いてたら、もしかしたら浮気とかしてたかもしれへんし。いやー、どうやろな。可能性は広がるやん。そうそうなんかそういう可能性をもう完全にシャットダウンしてるこの環境っていうのが一番の秘訣なのかなと思ってる自分は。だってもう絶対みんなやりたくてもできない人多いと思うから、もう同じ仕事なんかで、みんなそれしたらめっちゃ迷惑よな。迷惑だし、そうでもそれを受け入れてくれてるね、ほんとね、もう上司にも感謝よあんた。特に男女とかの夫婦なんかやったらさ、もう絶対無理やん。同じ仕事で働くとか。なので、そこが大きいかなと思います。ということでね、ちょっとうまくまとまってないけど、そんな感じかな。何の参考にもならない秘訣でした。以上。そうですね。バイバイはい、ということでね、またよかったらチャンネル登録やグッドボタン、コメントなどもよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。あんたの秘訣はそんなもんか？ブー太郎しか見られへんとか言われへんの？もう他の人に眼中がないとか。どういうこと？はい、言って。なんで？みんなにアピールするから。金も絶対言わん。どうせそんなことやと思ったからこれはおまけだよ。じゃあね。